さてと、準備ができました。本日のお話は、ジェングロットはインドネシア、特にジャバで見られると言われています。3寸から5寸程度の小さな人形です。何かに似ていると思いませんか？私のお話を昔から聞いてくださっている方はピンとくるかもしれませんが、以前お話しした人魚のミイラに似ていると思いませんか？知らない方のためにご説明いたしますと、日本には神社姫という妖怪がおり、神でもないのになぜか厄除けとしてもてはやされていました。それが流行った時期に、日本では神社姫と見た目が似ているということから、人魚のミイラというものが当時の流行り病除けとして流通していました。この人魚のミイラは、ほとんどが猿の上半身に大きな魚の下半身をくっつけたものだということが分かっていますが、このジェングロットに関してはどうでしょうか。レッセンが調べた資料をもとにお話ししていきましょう。前回お話ししたラワロンテックを覚えていますでしょうか。そしてその弱点を突かれて死んでしまった場合、先ほど申し上げた弊害である呪いが発動します。体が干からびて小さくなってしまうのだとか。日本の人魚のミイラに少し似ていますね。これはジェングロットといい、魂の宿った人形のようなもので、持っていることで不思議な加護を得られると言います。つまり言い伝えでは、このジェングロットは生きている人間とされております。それらは大抵長い髪、長い爪、長い牙、そして硬い皮膚を持っています。ラワロンテックを持つ者の慣れの果てとして、幸運のお守りのような扱いを受ける一方で、吸血鬼と称されることがあります。なぜだと思いますか？何のことでしょう。このジェングロットは生きているとされていると言いましたよね。生きているのなら食事が必要なものです。このジェングロットの持ち主、いえ、飼い主は食料の調達に少し困るでしょうね。なぜならこのジェングロット、人間の血をすすって生きるんです。まあ、直接飲むわけではないのですが、人間の血、またはヤギの血液をジェングロットの近くに置いておかなければならないそうです。そして、これらのジェングロットは、大抵第六感を備えた人々によって発見されており、地下から廃墟の家屋の屋根の上、さらには巨大な木の幹の中から、いろいろなところに隠されているそうです。隠れていると言った方がいいでしょうか。ここまでお話しいたしましたが、皆様はこのジェングロットが欲しいと思いますか？忘れていましたが、一番気になるところ。このジェングロット、所持していると不思議な加護を得られると言いますが、どんな加護なのか、ゼッセンは調べることができなかったようなのです。お守りというより、主に魔術に使われるものだということですが、皆さんが欲しがるなんて、一体どのような効果があるのでしょうね。それにしても、どうして効果について確認することができなかったのでしょうか。それはさておき、様々な効果が期待される一方、このジェングロットは人工的に作られた作家に過ぎない、なんていうお話もあります。ジェングロットは専門家によって研究されているそうなのですが、研究によるとこのジェングロットは骨がないそうです。そして爪や歯を持ってはおりますが、爪の組織および歯の組織もなく、生物に必要な器官も備えておりませんでした。別の例では4体のジェングロットの髪がそれぞれ同じ人物の可能性の高い DNA を有していたそうです。これはジェングロットがラワロンテックの能力者が縮んだものだという可能性を否定してしまう結果となりますね。平たく言うと、偽物ということですね。しかしながらこれが実在しないことを裏付ける証拠もありませんから、気をつけなければなりませんね。さてさて皆様、いかがだったでしょうか。これが偽物であっても本物であっても、イワシの頭も信心から
という言葉があるように、これらの力を信じて持てば、人間は効果を発揮させてしまいます。まあこれはジェングロットに限りませんけれどね。これを幸せのお守りと思い込めばいいものになるかもしれません。そして逆に悪いことに使おうと企めば、それは悪いものになるでしょうね。興味があったとしても、生半可な気持ちで手を出すのは危険かもしれません。ではテッセン、偽物でも何でも結構です。インターネットとやらでこれが手に入ると聞きましたので、早速注文してください。いくつも注文したら、一つは本物に当たるやもしれません。テッセン、何か企んでませんか？悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。